か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。今回はカンスジさんのボラピ향기紫色の香りという曲をカバーして紹介します。この曲はドラマ応答せよ1988の OST にもなっているので、ご存知の方も多い曲かと思います。先月応答せよ1988の見どころを語るトーク会をやったんですが、ヒロインのドクソンちゃんのお姉さんのお名前がボラさんというんですよね。韓国語で紫色のことをボラセクというので、お名前とかけてボラさんのシーンでよくこの曲が使われていました。ボラさんは気が強くてちょっと癖のある人物として描かれていてですね、ドクソンちゃんとしょっちゅう姉妹で喧嘩しているんですが、ここぞという時には長女らしくしっかりした一面を見せてくれたり、うちに優しさや可愛さを秘めていて、私は結構好きなキャラクターの一人でしたね。恋愛を通して彼女が変わっていく様子もドラマの見どころの一つかもしれません。ドクソンちゃんのお姉さんはボラさん、弟はノウルくんというんですけれども、ボラは紫という意味で、ノウルは夕焼けという意味の固有語なんですね。なので漢字表記が存在しない単語というイメージですかね。日本で言うとひらがなのおしゃれな名前みたいなイメージかもしれません。で、一方のドクソンというお名前はですね、多分徳を積むの徳という漢字に善人の善でドクソンって読んでるんだと思うんですけれども、彼女だけがね、もう漢字の古風な名前なんですよね。なのでドラマの中でなんで私だけドクソンなんだっていう風に不満を言うシーンがあるんですけれども、多分これはお姉さんと弟は流行の固有語でおしゃれな名前なのに、なんで私だけガチの古風な名前なのっていう意味だと思いますね。で、その流れでね、途中で解明するっていうシーンが出てきたりもするので、そこも注目してぜひご覧になってみてください。応答せよの OST ではワブルという女性デュオのグループがカバーして歌っているんですが、この曲がワブルさんのデビュー曲だったようですね。で、お二人のハイトーンの美しいハーモニーが印象的で、ワブルは最近も OST で見かけるグループですので、ぜひこちらの音源も聴いてみてください。今日カバーする曲ボラッピ향기紫色の香りという曲は1990年に発表されたカンスジさんのデビューアルバムのタイトルトラックなんですね。この当時正統派アイドルとしてデビューし、一作目のこの曲から大ヒットしたそうです。ぜひ映像を見ていただきたいんですけれども、カンスジさんがね、本当に可愛いんですよ。1980年代の日本の松田聖子さんとか正統派アイドルを思い出して懐かしい感じがすると思います。カンスジさんは1967年生まれの現在56歳でいらっしゃいます。1990年にユンさん先生のプロデュースでデビューしたので、カンスジさんのヒット曲の多くをユンさん先生が作曲しているんですね。そして今日カバーする曲ボラピ향기もユンさん先生の作曲です。カンスジさんはもう正統派アイドルなんですけれども、ご自身で作詞作曲もされているんですね。特に作詞はご本人がされている場合も多くて、アルバムによっては全曲ご自身で作詞しているというものもあります。ボラッピ향기はカンスジさんが作詞、ユンさん先生が作曲を担当しているんですが、このお二人のタッグで흩어진 날들、散らばった日々という曲や시간 속의 향기、時間の中の香りといったヒット曲も生まれているんですね。なのでこのお二人も韓国歌謡界における名コンビだと思いますね。以前のトーク会でもユンさん先生は音楽に対して完璧主義だと言われているという話をしたんですが、カンスジさんはレコーディングの時に何度かユンさん先生に泣かされたことがあるそうなんですよ。で、ナムウィキというサイトに書いてあったエピソードなんですが、カンスジさんがレコーディングの時に
ちゃんと声出てたしこれぐらい歌えれば十分だろうっていうふうに思ってたら、その歌を聴いたユンさん先生がですね、これではダメだっていうふうに返して、で一生自分の代表曲として残る曲なんだからもっと真剣にやれっていう感じでですね、カンスジさんにプレッシャーをかけたことがあったそうなんですよ。でそれでカンスジさんはもうレコーディングの部屋を飛び出してね、外に行ってしまったそうなんですね。でそれで外で泣いてたらしいんですけど、ユンさん先生はカンスジさん飛び出していってもそのうち戻ってくるだろうなと思って追いかけることもなく待ってたそうなんですね。そしたら全然帰ってこないから外に探しに行ったらカンスジさんが泣いてるところを発見したっていうねエピソードがあったそうです。これ今の時代だったらね、パワハラに認定されそうな話なんですけれども、おそらく当時はピッチ補正とかもねなかなかできなかったと思うんですよ。今は私のような素人でもレコーディングをした後にピッチ補正といってですね、声の音程を変えることができるんですよね。なのでレコーディングの時の歌でちょっと音程が外れていた場所があったとしても、それを後から修正することができるんですよ。でも多分90年代の初頭とかはですね、まだこういった技術もあんまり一般的ではなかった時代なので、きっとレコーディングでの歌のクオリティっていうのがもう命だったと思うんですよ。で特にカンスジさんはデビューしてからも1曲目から即ヒットしたということもあって、おそらくねユンさん先生もプロデューサーとして次の作品もしっかり成功しなきゃっていうプレッシャーがあったんだと思いますね。なので当時のこういった作品っていうのはですね、ぶつかり合いとか葛藤を経ていい作品が生まれてきているという、そんなエピソードもあるということです。では続いて歌詞の内容紹介に入っていきますね。この曲は1番と2番の歌詞が全く同じなので、1番を覚えれば全部歌うことができます。で90年代とか80年代の韓国の曲って歌詞が繰り返しの構成になっていることも多くてですね、これは外国人には非常に助かるシステムですね。とにかく1番をちゃんとやれば全部歌えるというありがたい曲でございます。歌詞の内容は好きな人との出会いを回想しつつ、これから2人で付き合って素敵な思い出を作っていきましょうというね、明るい内容の曲になっております。では歌詞を紹介していきますね。그대 모습은 보랏빛처럼、あなたの姿は紫色のように살며시 다가왔지。そっと近づいてきたね。예쁜 두 눈에、綺麗な両目には향기가 어려、香りが漂い、잊을 수가 없었네、忘れられなかったよという歌詞で始まります。これはつまり出会いの場面の回想ですね。紫色の雰囲気と香りをまとった人と出会ったっていうことですかね。オーラがある人だったんだと思いますね。で続いて歌詞いきます。언제나 우리 웃을 수 있는、いつでも私たち笑えるような아름다운 얘기들을 만들어가요、美しいストーリーを作っていきましょうという B メロ部分ですね。つまり美しい思い出をねどんどん積み重ねていきましょうということだと思います。そしてサビの部分の歌詞に行きます。외로움이 다가와도、寂しさが近づいてきても그대 슬퍼하지 마、あなたは悲しまないで。답답한 내 맘이、もどかしい私の気持ちが더 아파오잖아、もっと辛くなるじゃない。길을 걷다 마주치는、道を歩いてすれ違う많은 사람들 중에、多くの人々の中で그대 나에게、あなたは私に사랑을 건네준 사람、愛を渡してくれた人という歌詞です。では曲を聴いてみてください。カンスジさんのボラピヒャンギをカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノとカホンの音で作っています。原曲はシティポップみたいな雰囲気の曲なので、今回はね音の構成は全然違うんですけれども、キャンプ場でこの曲を演奏したらどんな雰囲気になるかというのを想像して作ってみました。
実はちょうどこの曲を練習していた時期に阿蘇にグランピングに行っていたんですよ。で、夕焼けの空が紫色に染まる時ってあるじゃないですか。こういった秋の紫色の夕暮れの空の下、少し肌寒い風が吹く時間に焚き火をしながらこの曲を野外で演奏したらどんな雰囲気かなというふうに想像して作った音源でございます。で、私は結構風だったり日差しの暖かさとか草木の匂いから表現のイメージを得ることも多いんですね。で、そうやってインプットと称して実はただ旅行したいだけなのかもしれないですけどねそうやってインプットもしているということです。で、最後におすすめの動画をもう一つ紹介して終わりたいと思います。2020年にユンさん先生のプロデュースでチョンミドさんがこの曲をカバーして発表しているんですね。で、これがめちゃくちゃ可愛いので概要欄にリンクを貼っておきます。で、この曲は原曲のカンスジさんはね、20代前半の頃に発表した曲なので、ちょっと私が歌うのも正直年齢的に微妙かなって思ってたんですよ。でもチョンミドさんの歌唱を聞いて、大人の女性が歌ってもとても素敵な曲だなと思ったので今回ねカバーしてみたんですね。個人的にはこのチョンミドさんバージョンのボラピヒャンギを OST にして、ぜひ賢い医師生活シーズン3をねお願いしたいところですよね。そしてミュージックビデオの中にユンさん先生がチョンミドさんに歌唱指導をしている場面があるんですけれどもね、これは和やかな雰囲気なので多分チョンミドさんはね泣かされてないと思いますね。そんなところにも注目しながらぜひこちらもご覧になってみてください。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でぜひお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。 OK